しゃくった。フィッシングギャングのあずさです。今日はですね、スピニングタックルを使ったキャスティング方法についての動画をやっていきたいと思います。というのもですね、スピニングでキャスティング方法というと、一般的にはオーバーヘッドキャスティングという上から投げる投げ方がありますね。でその他にもいろんな種類があるので、今回はそういった投げ方について説明していきたいと思います。じゃあまずはですね、キャスティングの王道ですね、オーバーヘッドキャスティングというのをやっていきたいと思います。オーバーヘッドキャスティングを使う状況なんですけど、こういったようなもうオープンエリアですね。もう周りに障害物もなく、もうどういう投げ方しても投げきれるよっていうような状況ですね。こういう場所はやっぱり飛距離を出した方がいいと思うので、一番飛距離が出るのはやっぱりオーバーヘッドキャスティングということで、まず垂らしの長さですね。ご覧のように垂らしというのは、ルアーから竿の先端までの長さのことを言うんですけど、これが垂らしが短い、で例えばこれが垂らしが長いというような使い方をするんですけど、重たいルアーを投げるときは基本的に垂らしを長くして投げるんですけど、軽いルアーを投げるときと風が強いときは垂らしを短くします。これはですね、もう皆さんが使うルアーの重さによって垂らしの長さっていうのベストっていうのがあるので、それはもう投げながら調節してもらったらいいなと思います。じゃあまず投げ方ですね。投げ方なんですけど、気をつけないといけないのがまっすぐ投げるということですね。竿の軸がぶれないようにまっすぐ投げる。どういうことかというと、例えば木ですね、奥にある木に向かって投げたいと思うと、この竿をですね、その木に向かって竿先を向けてまっすぐ後ろに竿を持っていってこう振るようにするんですよ。そうするとこうまっすぐ飛んでいくんですけど、これがやっぱりこっち向きに投げたいという時に、本来であればこうまっすぐ下げてまっすぐ振り下ろさないといけないんですけど、こういう感じでなっちゃうと、こう円を描くように投げたりすることによって、やっぱりルアーっていうのはまっすぐ飛んでいかなくなったり、竿先が絡まる原因になったりするんですよね。なので気をつけてほしいのは、ちゃんと竿がぶれずにまっすぐ振り切るっていうのを意識してください。コツはですね、急がないということですね。だいたいこうビシビシって投げそうなんですけど、じゃなくて別に後ろはゆっくりでいいんですよ。こっからゼロスタートでいいです。なのでこれの反発力を使うっていうのは少し上級者になってきてからうまくいかせると思うんですけど、最初の例えば初心者の方とかは、後ろに持っていって一旦落ち着いて、そこからゼロスタートで投げればルアーはまっすぐ飛んでいくはずなので、この反発力を最初から生かそうと思うとやっぱり失敗しやすいですね。そしてもう一つ、指を離すタイミングですね。指を離すタイミングでこのルアーの放物線が変わってくるんですけど、例えば離すのが早かったとしますね。この辺でパッと離してしまうと、やっぱルアーはポーンってこう放物線を描いてふわっと飛んでいくんですよね。で離すのが遅いと手前にドポンと落ちたりとか、この低い弾道でビシッといったりするんですけど、それがもう綺麗に決まった時にピーッとこう飛距離がアップすると。なので先ほど言ったように、この軸がぶれずにまっすぐ振り切るというのと、あとしっかり指を離すタイミングが合えば飛距離が出てまっすぐ飛んでいくっていうキャスティングになります。僕的にはこの45度ぐらいの角度ですね。こういう感じですね。でやっぱり竿は上に上げ続けてた方がやっぱり飛びますね。糸は向こうに出たがってるのに対して竿を下に向けると、糸とこの触れ合ってるガイドの摩擦力が強くなって飛距離が落ちます。なので振り切ってしまったら、もう糸が放出される方向に竿を向けてやることによってガイドの摩擦力が減って飛距離が伸びるというような形ですね。続いて飛距離を出す方法なんですけど、結構力む人がやっぱ多いんですよね。こう思いっきりこう下げてうわらーみたいな力任せにやってやっぱ振り切るみたいなのが多いと思うんですけど、一番大事なのはやっぱり竿の反発力を生かすっていう方が人間側がきつくなくて飛距離がやっぱ出ると思うので、この竿を曲げるイメージですね。思いっきり体でバンって動かしても竿がこっちから曲がってないと、この反発力が生かせないんですよね。竿を振るスピードがやっぱ速い方が竿は曲がるので、後ろに持っていってこうっていう感じですね。しっかりスピードを出してあげる。そのためにはやっぱりこのグリップエンドを掴んで引くっていう、この引く力がとっても大事になってくるんですけど、竿をしっかり曲げるっていう意識が持てれば、人間側はそんなに一生懸命バンってこうやらなくても飛距離出るので、
その意識を持ってもらえたらより飛距離は上がると思いますね。今回のシチュエーションはこういう状況です。まさにもうオーバーヘッドでできない、はい、縦にも触れないし、はい、バックハンドも取れない、そうですね、はい、いうような状況で、はい、もうここしか空いてないんですよ。上もここもダメとなると、はい、でまたアンダーでもできる高さでもないとなると、そういった時にサイドハンドキャストっていうのが必要になってきます。横で投げる技術で狙っていくと。でもちろんオープンに投げることもできるし、この例えば壁際を引きたい時ですね、はい、この壁際を平行にこうやって引いてくることができます。これがサイドハンドキャストです。このサイドハンドキャストのコントロールの仕方なんですけど、一番重要なのが離すタイミングです。この指を離すタイミングが重要になってくるんですけど、離すタイミングが早ければ早いほど、僕から見ると右側に飛んでいきます。で離すタイミングが遅れると陸側に行っちゃいます。離すタイミングによって、どこに投げるかを選ぶことができます。なので例えば僕から見て、右手にボイルがあったとすると、だいたいこの辺で離しますね。割と早い段階で離します。コツはですね、ゆっくりこう後ろに持っていってそのまま行くんですよ。僕の場合はあまりこの反動を使わないですよ。このパンって曲げてパンパンってやらない。普通の投げ方っていうのはこう後ろに行った反動を利用するじゃないですか、はい、後ろに行ってその反動でルアーの重みを竿に乗せて、はい、その反発力でバッて投げるんですけど、はい、それやると結構微調整が難しいというか、指を離すタイミングを間違えて陸に行ったりだとか狙ってない場所に飛んでいったりとか、サイドハンドの時はこう絡まりやすくなるんですよね。糸に絡んだりとか竿にルアーが当たったりとか結構しやすいんですよ、サイドハンドっていうのは、はい、なので垂らしを短くするっていうのがまた肝ですね。僕が投げる時はだいたいこれぐらいですね。結構短いです。最初のうちは垂らしを短くして竿をゆっくり後ろに持っていって、そこからゼロスタートで投げるっていう投げ方の方がミスキャストは少ないと思います。続いてバックハンドキャストの必要性です。僕が今立っている場所は右手に草があって右から触れないと、はい、右から触れない、はい、そしてもちろんアンダーキャストもできない。下に石があってアンダーキャストもできなくて、オーバーヘッドキャストしようとすると上に橋があって投げきれない、はい、だけど橋の下を狙いたい、こういう状況ってよくあると思うんですけど、そういった時にこのバックハンドキャストっていうのが必要になってきます。サイドハンドとの、キャスティングの違いはですね、サイドハンドの場合は結構右利きの人はこう両手でピシッと投げれるはずなんですけど、バックハンドとなると大体が片手で投げます。こうやって投げる人はいないと思いますね、はい、大体こうやってこういう感じで投げるはずなんですけど、片手なのでやっぱりちょっと力が入らないです。こっからこのキャストでバットまで曲げる力ってなると相当な腕力が必要だと思います。なので基本的には力がかかりにくいキャストなので反発力を使います。引く力によって起きるこのルアーの重みを反発力で生かすというような感じで、このバックハンドキャストを使うもう一つのシチュエーションがあって、例えばこうやって投げきれないっていうのもそうなんですけど、風がですね、僕から見て右からこっちに吹いてる時ですね、右からこっち向きに吹いてるのに対して橋脚の際に落としたいっていう時に、左向きにこう風が吹いてる状況でこう右からこう投げるとこうドリフトするんですよね、ルアーが。橋脚の左側の際に落とすことってめちゃくちゃ難しいんですよね。向こうの壁にぶつかる確率が格段に上がるんですけど、それに対してこの風の反対側からこう投げることによって風に
持っていかれないんですよ。ルアーが引っ張られることがなくて、風に対抗するような形でルアーがまっすぐ飛んでいきやすいですね。はい、続きましてアンダーハンドキャストというのをやっていきたいと思います。アンダーハンドキャストというのはですね、こういうちょっと足場が高いところとか、こういう手すりがあるところで、こういう感じで投げる投げ方ですね。こう竿を下に振って投げるというような、投げ方なんですけど、これの使う状況というのはですね、例えば周りに障害物があったりだとか、マリンタウンに限ってはですね、結構周りに釣り人もいて、で後ろに歩行者がいたりだとか、自転車が通ったりするような場所なんですよ。でこういうところでやっぱり目の前で暴れてて、ちょっと興奮してこうやって投げるとやっぱ事故につながる原因になるので、そういった場所ではもう絶対にアンダーキャストで投げなければいけません。でアンダーキャストなんですけど、これはオーバーヘッドキャスティングとか他の投げ方も全く同じことなんですけど、やっぱり軸をぶらさないというのが大事ですね。まっすぐ振るというようなところが大事になってきます。持ち方はですね、一応結構自由で、僕の場合はもうこうやって例えばこれはリールが下を向いてる状態の投げ方、こうやって投げて上に行くというような投げ方で、これは逆にバックハンドの持ち方ですね。バックハンド普通はこうやってやるんですけど、それの下バージョンでこうやって投げることもできます。どっちが投げやすいかで選ぶといいと思います。強いて言うならば、風が吹いてる側にガイドが向いてしまうとライントラブルが起きやすいんですよ。こういう状態でこう投げると、この放出されたラインがこっち側にこうやってこう来るじゃないですか。来てますね、こっち側にね。こうなるとやっぱりガイド絡みの原因になるんですよね。なのでこっちから吹いてきてるので、ガイドは右側に寝た方が膨らまないんですよね。こうやっていくらラインが膨らんでも、今この辺ですね、ラインが絡む要因がないというような感じで、強いて言うならばですね、距離はこれもう期待できないですね。そうですね、これに関してはもう飛距離が期待できなくて、例えば内側がえぐれてるとか、自分がこう前に突き出してる状態であれば、結構後ろまでこうやって反発使えて飛距離が出せるんですけど、やっぱりこういう状態で自分より少し前に地面があるとマイナスに引けないんですよね。でどうなるかというと、離すタイミングが遅れると上に飛んでいきます。その時の対処法なんですけど、手を前に出します。手を前に出すことによって少し後ろに引けるんですよね。こうやって引くことができるんで、低い弾道で投げることもできるので、風が強い日とかは手を前に出して、こういう感じでやった方がピンで打てたりとか、狙った場所に行きやすいですね。そうですね、手をちょっと前に出してやるとか、こういう感じですね。というわけで、今回はですね、オーバーヘッドキャスティング、そしてサイドハンドキャスティング、バックハンドキャスティングとアンダーハンドキャストという4つの投げ方を紹介しました。この4つの投げ方をマスターすることによって、もう投げきれないっていう場所がほぼなくなると思うので、皆さんもぜひこのスピニングタックルでこの4つの投げ方をマスターして、より評価を上げてもらえたらなと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。